シアン EX の詳細追加アップデート 3.7.0 まとめ。ジャスパルと申します。メンテナンスお疲れ様でした。アップデート 3.7.0 が配信開始となりましたので、変更点をまとめていきたいと思います。またシアン EX についての続報も発表されており、フィールドボーナスについてなど詳細が不明瞭だった一部の要素について情報が判明しましたので、そちらもしっかりとチェックしておきましょう。こちら非常に重要な仕様の話となります。それでは参ります。ということで、まずシアン EX についてお知らせを確認してから 3.7.0 の変更点をまとめていきます。ということで、お知らせの追記がありました EX モードについて。まず EX モードのプレイ方法なんですが、これまでと特に変わらず EX チケットが必要となります。毎月ノーマル交換所に3枚、プレミアム交換所に1枚、バッグには最大2枚まで、ここに変更はありません。続いて各 EX フィールドの開放条件にシアン EX が追記されました。シアン EX は若草シアン両党でマスター18を達成することで開放されます。そして次の項目、ここに大事なことが書かれております。一旦復習も兼ねて上から読んでいきます。EX モードでは今週のカビゴンの好きな木の実がメイン1種、サブ2種に分けられ、メインの木の実を拾ってくるポケモンはお手伝い時間が早くなるボーナスなどが受けられます。EX のメイン木の実はお手伝い時間 10% 短縮、メインスキルレベルプラス1でしたね。サブは特に何もなく、木の実 2.4 倍とか食材プラスとかの EX ボーナスのみ受けることができます。代わりに今週のカビゴンの好きな木の実を拾ってこないポケモンはお手伝い時間が遅くなるデメリットが発生します。メインサブ以外の15種はお手伝い時間プラス 15% 増加でしたね。そしてカビゴン育成に関するボーナスが追加で毎週ランダムで1種選ばれます。木の実エナジー 2.4 倍、食材プラススキル確率 1.25 倍の3種類が確認されております。EX モードの各フィールドではフィールドボーナスの代わりに EX フィールドボーナスが溜まっていきます。ここまでがこれまで判明していた EX の特徴でした。で、ここから新たな情報です。お手伝い時間に関するボーナス、デメリットなど一部の内容はフィールドによって異なりますとのことで、先ほどもお伝えしましたね。メイン木の実はお手伝い時間 10% 短縮、メインスキルレベルプラス1、メインサブ以外の15種はお手伝い時間プラス 15% 増加。ここのお手伝い時間の部分、どうやらシアン EX では変わりそうです。シアン EX ではメイン木の実が水、飛行、フェアリータイプの3つから選ばれるので、この3種類はさらに優遇するよってことなんだと思います。もともとシアンの3木の実ですもんね。若草 EX よりも優遇しますよと。ただしデバフもきつくなりそうなので、どうなるでしょうかね。メイン木の実はお手伝い時間 20% 短縮、デバフはお手伝い時間プラス 25% 増加とかになったりしますかね。こうなってくると、特にメイン木の実のポケモンで攻略できるかどうかがめちゃくちゃ鍵になってきそうですね。ってことで、お手伝い時間のボーナスとデメリットは若草 EX とシアン EX では異なりそうなことが書かれておりました。具体的な数値は実装されてからってことになりそうです。8月10日4時を待ちましょう。そして新情報もう一つ。EX フィールドボーナスの上限から溢れたボーナスは通常のフィールドに振り分けられず、他の EX フィールドに振り分けられます。ということで、若草 EX がすでにカンストしている方は若草 EX に行けばシアン EX のフィールドボーナスが増えていきます。明言されましたね。ってことで、今週から早速溢れてくれるのかはまだ謎なんですが、それこそ来週若草 EX に行ってもシアン EX のフィールドボーナスを上げることができるので、これめちゃくちゃありがたい仕様ですね。ミュウツーイベントも若草限定開催ですし、ハロウィンやホリデーなど今後若草 EX に行くタイミングで勝手にシアン EX を育てることができるので、いろんな場面で重宝しそうです。私は水、飛行、フェアリーがあまり育っていないので、フィールドボーナスが上がってくるまではしばらく若草 EX 通いをしようかななんて思ってます。ってことで、ここまでで新情報2つ。EX のお手伝い時間のボーナスとデメリットはフィールドによって倍率が異なる。おそらくシアン EX はメイン木の実をより優遇するということ。
そして EX のフィールドボーナスは他の EX フィールドに振り分けられることが判明しました。実際の倍率の判明が待ち遠しいですね。そして情報もうちょっとあります。続いてフィールドごとのカビゴンの好きな木の実についてはこれまで同様、若草 EX は全部ランダム、シアン EX はメインが水飛行フェアリーのどれか、サブはメイン以外の17種からランダムです。変更なし。続いて EX モードで得られる報酬について、ここもこれまでと変更なく、寝顔の眠気パワーが大幅に増えて、リサーチ EXP や夢のかけら、飴が増えますよという記載です。そして色違いのポケモンに出会いやすくなりますってことで、シアン EX でも色違い確率アップ確定しましたね。またウィークリーミッション報酬の追加、メインサブの木の実のポケモンと20時間寝るのやつですね。そして通常のフィールドとは出現するポケモンの種類が異なりますってことで、シアン EX は今判明しているものだとキャタピー、ヤドン、原種ウパーが出現しなくなり、水ゴロウ、アゴジムシが出現するということが確認できています。そして一部の特別なポケモンに出会いやすくなります若草 EX ライコウ、シアン EX スイくんってことで、シアンではスイくんに出会いやすいことが確定しました。まあこれは想像通りといったところでしょうか。ちなみに私は睡眠タイプも狙ってないからか、純粋に眠気パワーが足りないからか、若草 EX でライコウに出会いやすいなぁと思ったことは全くないんですが、皆様いかがでしょうか。シアン EX だと出現ポケモンが絞られていて感じやすくなってたりしたらワクワクしますね。その他各種ボーナスについてはこれまで通りでした。 EX のボーナスはイベントのボーナスと重複するよという内容です。イベントのボーナス同士は最も倍率が高いもの一つのみが適用されるんですが、 EX のボーナスは全部重複します。特に変更はありません。ってことでシアン EX、お手伝い時間のバフデバフが若草よりも大きいかもってことと、フィールドボーナスカンストの若草 EX からフィールドボーナスをこぼせることと、色違い確率アップやスイくんの出現率アップなどがしっかりあるよってことが判明しました。でここにルチャブルの出現率については特に記載がなかったんですよね。シアン EX ではより出現しやすいとのことだったんですが、これは内部的に処理されてるってことなんでしょうかね。フィールドボーナスが上がってきたら新追加ポケモンは EX で探すって感じになっていくかもしれませんね。そんな感じでシアン EX についていくつかの仕様が判明しましたので、早速来週のフィールド選びにも影響がありそうです。シアン EX 楽しみですね。フィールドボーナス育てていきましょう。そんな EX モードについてでした。さあそれではここからは 3.7.0 アップデートの内容を確認していきます。まずは新機能、新しいイベントキャンペーンの追加ってことでサマーフェスのデータが追加されたようです。ルチャブルの寝顔が図鑑に反映されていました。寝顔4つ、お腹の上でもしっかりあるタイプみたいですね。サマーフェスについてはこちらの動画をご覧ください。そして新しい EX フィールドの追加、シアン EX、まだフィールドの詳細は分かりませんが、その姿はマップから確認できるようになっています。シアンの砂浜のどこか秘境的な隠された入り江みたいな雰囲気が感じられますね。マップアイコンも砂浜というよりちょっと海沿いの崖際みたいな雰囲気が感じられます。実際の詳細がわかるのは来週月曜日です。どんな生態系になっているのか注目です。シアン EX の追加でした。さあそれではここからはバランス調整についてです。お待たせしました。ルカリオとピクシーの2匹に調整が入っています。変更点こんな感じとなったようです。こちらの画像、個体値計算機4ポケモンスリープの制作者ニトヨンさんがまとめてくださったものになります。概要欄にニトヨンさんの X と YouTube のアカウント、個体値計算機の URL それぞれ貼っております。本日のアプデ確認配信ではリサーチもされており、神個体もゲットされていましたので、ぜひチェックしてみてください。ってことでまず分かりやすいのでピクシーから参ります。ピクシーのスキル確率が 3.6% から 4.0% に 11% ほど上昇しました。微強化だいぶ微強化っぽいですね。画像はアップで反映前のピクシーで、
2と4ツールでレベル70、木の実 S 持ちのスキル期待値は 1.98 回となっていたんですが、プラス 11% ってことで、性格補正のプラス 20% よりは強くないので、性格をスキルアップ、スピードダウンの穏やかにしてみたところ 2.14 回ってことで、こんなもんまあもともと別に全く弱くなかったピクシーなので、それなりにマイルドでしたね。本当にポケスル運営さんは調整を刻んできます。これがカヌちゃんの前触れなのか、同じ月の石を使うプクリン強化の影響なのか、ムシャーナの間接的な強化によるものなのか、一旦答えは8月17日のアニポケコラボを待ちましょう。ってことでピクシーふんわり強くなりました。さあ、そして今回のメインでありましょう、ルカリオの波動弾、エナジー量こちらとなりました。エナチャ S 固定版の半分、レベル8だと2042エナジーだそうです。そして夢のかけら量は変更なしってことで、減らされていたら暴動を起こすつもりでしたが、さすがに大丈夫でしたね。ってことでエナチャ S の半分ほどになりましたが、これがどれくらいかというと、ざっくりエーフィーの3分の1ほどです。3分の1エーフィーしながら夢のかけらももりもり稼ぐってことで、なかなか強そうな気はします。本来のエナチャ組の仕事は奪わず、しかしながら大きな強化になっていますね。ちなみに稼ぐエナジーなんですが、レベル70スキル確率アップ M で9200エナジーほど、木の実エナジーが木の実 S なしだと9600エナジーほどなので、レベル70の木の実エナジーを上回れるかもくらいにはスキルでエナジー稼げるようになりました。強化幅としては相当大きいですね。初心者にゴリゴリにおすすめできるかはちょっと微妙なラインですが、私が今からポケモンスリープ始めたらリオル狙うと思います。それくらいには評価できるかと思ってますが、皆さんの評価はいかがでしょうか。1日1万かけら付きの3分の1エーフィー、なかなか面白い性能になってくれました。ちなみにエナジー部分の効果量なんですが、エナチャ S の半分の量になってますが、レベル7が強化前のエナチャレベル7の半分なんですよね。これがミスなのか意図的なのかは分かりませんね。ミスだともうちょっと強くなるのでやってほしいところですが、どうなるでしょうか。そしてエナチャ S にはレベル8がないので、間接的にレベル8の効果量が判明したことになりますね。2042エナジーをレベル7と同じ倍率 0.467 で割ると 4372.59 エナジーになるので、これくらいになるでしょうか。エナジーチャージ M は S の 2.1 倍ほどなので9200エナジーくらいになったりしますかね。まあそんなことも判明したようなルカリオの波動弾となっております。ちなみにこの波動弾、原作でも基本的には進化前のリオルは使えない技となっているので、ルカリオになった時に変化するものとなっております。また波動弾の発動エフェクトをご提供いただきましたので見ていきたいと思います。ちょっとネタバレになるので、ご自身で見たい方は画面の秒数分飛ばしてください。ってことで波動弾のエフェクト5カウントで参ります。5、4、3、2、1。こんな感じポケモンチャンピオンズとかスマブラとかやってる方には馴染み深い青色の波動弾って感じですね。動画のエナジーはフィールドボーナス 85% の波動弾3778エナジーでした。提供してくださったニャコブポケスリさん、ありがとうございます。概要欄に X のアカウント貼らせてもらいました。ぜひチェックしてみてください。ってことでバランス調整2点。ピクシーはスキル率が 11% ほど上昇し、ルカリオはスキルレベル8だと3分の1 A フィーくらいのエナジーを稼げるようになりました。皆さんの評価も教えてください。ってことでメインの調整はこんな感じ。最後は細かい点について。ゲームの起動画面、皆さんも気づかれたかと思います。セレクトボタンの文字がなくなっております。ポケモンスリープの開発に携わっていたセレクトボタンさん、スタッフクレジットではこれまでゲームディレクターの欄にお名前があったんですが、この度スーパーバイザーにクレジットされているということで、メインの開発運営がポケモンワークスさんにほぼ完全に移ったということなのかなと思います。
伝わるかは謎ですが、このゲームの礎を築いてくださったセレクトボタンのお三方に改めて感謝申し上げたいと思います。めっちゃ楽しいです。また次のゲームで出会えることを楽しみにしてます。そんな感じでしょうかね。それ以外にも変更点あったよという方はぜひコメントで教えていただけますと幸いです。ってことで、ピクシーの強化とルカリオの超強化、そしてシアン EX の詳細が一部判明しました。早速来週もフィールド選びに影響がありそうなので、サマーフェスの準備をしつつシアン EX 追加を待っていきましょう。そんなアップデート 3.7.0 まとめでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして本当に助かります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。そんなわけでシアン EX、若草 EX のフィールドボーナスがこぼせることが確定したわけですが、皆さんはフィールドボーナス何%くらい貯まったらシアン EX 行きたいですかね。ぜひコメントで教えてください。ちなみに来週行ってこようと思っているので、フィールドの雰囲気とか BGM とかは毎日のリサーチでお裾分けします。それではサマーフェスまで準備進めていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。